こんにちは、メイです。今回はこれからの季節にぴったりなふわふわラグの描き方を解説していきます。ラグは初心者の方にもおすすめで、簡単アレンジしやすく、簡単にそれっぽくなるので大変おすすめです。絵が苦手でも大丈夫。力技でなんとかなるのがラグです。早速解説していきます。ラグの最終目的地はここです。めちゃくちゃ細かくて無理ってなりますが、手順を踏めば実は簡単なんです。手順はこんな感じ。私なりの描き方なので異論はもちろん認めます。最初に色の概要です。わかりやすいように数字を振りました。1と2番は明るい色でラグの毛の上に出ている部分を表現します。3はベースカラーです。4と5はアクセントカラーで水色ですがお好きな色で OK です。6と7は毛の影を表現します。まずはじめに2のハイライトを全体に塗ります。なんでベースの3を塗らないのかといったら次の工程で使うからです。これで一旦保存します。保存したら塗りつぶしたマイデザインを部屋に並べます。この時点ではただの塗りです。安心してください。ちゃんとモフモフさせますよ。並べていきます。なんで並べるかというと、後で全体のバランスを把握しやすいからです。とりあえず4つ並べます。次は3のベースカラーをくるくるさせながら全体を塗っていきます。適当にくるくるさせるだけで OK。こんな適当でいいのと思うくらい思いっきりやっちゃってください。イメージはアフロですね。次は全体シフトを使って全体を移動させ、上下左右のつながりをチェックします。この辺りなどは毛が足りてないので足します。全体を見るときはこっちの大きなパレットより左のキャンバスを見ると調整しやすいのでおすすめです。たまに全体をずらして隙間を埋めます。このランダムさがモフモフへの第一歩なんです。まだまだですが進捗はこんな感じ。ベースの完成です。次は暗い色を塗ります。その前に6と7の違いは色合いが黄色か蛍光黄色かの違いです。2と3は蛍光黄色の色合いなので、暗い色は同じ蛍光黄色の7を選びます。同じ色合いの方が馴染みやすいんですよね。7の暗い色はさっき塗った3の色の上にかぶせていきます。こんな感じで点々を打つように間を空けながら描いていきます。コツは一つずつ打っていくこと、それだけです。アフロに小さなアクセサリーをつけていく感覚ですね。あまり重なりが大きすぎるとふわふわ感が出にくいので、ここは少し丁寧に打ちますが、感覚は適当で OK。全体シフトで動かし、7が足りないところをつけていきます。本物のアクセサリーと同じでつけすぎないようにします。暗い色をつけたらかなりふわふわ感が増しましたね。ふわふわだけど毛並みが良くないのでベースカラーを手直しします。3の色を使って2の色を消していきます。消し方はたくさん2の色があるところに3の色を入れて2の色で糸を作る感覚です。毛並みを整えます。最初から2の色を少なくしておけばよかったのではと思ったそこのあなた、その通りです。描き方はそれぞれなので個人的な意見ですが、ランダムさを出すためにはこっちの方が簡単なのかなと思っています。次は明るい色を入れていきます。1の色で2の色の部分に入れていきます。1と2はあまり変わらないのですが、入れていく理由はなんとなく複雑そうに見えるからです。物足りない、もっとふわふわラグにラメを入れたいって方は1の色の明るさを一つ上げるといいかもしれません。さっきより乱雑感が減りましたね。毛並みが整ってきました。これで白いラグ部分ができました。ここからアレンジは無限大。今回はシンプルに線を入れるアレンジをします。アレンジをする前に、もしマイデザインの枠に余裕がある方は、コピーを取っておくと安心してアレンジを楽しめますよ。4と5の色を使ってアレンジをしていきます。4の色を使って上から6、7マス目に横線を引っ張ります。
横線を引っ張るときはたまに間隔を空けながら引っ張ります。空いている隙間がモフモフ感を演出してくれます。次は5の色を使って間を空けながら横線を引っ張ります。特に間隔は決まりはなくて何も考えない方がうまくいきます。4と5の色が同じくらいの割合になるように調整します。最後に6の色を使って線の間を空けた部分を埋めていきます。暗い色を持ってきた方が線がボケすぎずモケモケ感を維持しやすいです。4の色を入れた部分の近くに7の暗い色を持ってきてさらにラグとなじませます。一見いい感じに見えますが、よーく見てみるとラグのつなぎ目が馴染んでいません。これはラグのつなぎ目部分が違う色になっていることが原因です。原因はここです。右が暗い色、左が明るい色になっているので、これを同じ色にします。ベースの3にしてもいいですね。全体シフトを使って横にずらして色を観察します。よく見るとこの辺りが微妙に色が分かれていたりします。こういうのを調整したりずらすだけでも良かったりするので、いろいろ触ってみてください。完成です。これでフリンジをつけるとよりラグっぽくなります。フリンジは正直何でもいいので、好きな方のフリンジを使うか、もしくは自分で描くかですね。ちなみにフリンジはこんな感じで適当です。ドットを置いておきますね。3色だけで適当に描けちゃうので、こっちの方が楽ですね。完成したラグのドットも置いていきます。集合体でこの色合い気持ち悪いですね。ふわふわラグの描き方はいかがだったでしょうか。意外と簡単そうと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。メンバー限定でラグから道路にアレンジできる方法を公開します。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。